伏見や龍馬が闊歩した幕末動乱の地。日本酒造りの国内三大生産地の一つ。そんな酒の聖地で地酒地ビールを飲み歩きます。うまい酒が目白押しでした。本当は教えたくない地元の隠れ家酒場も紹介します。京都伏見は素晴らしい街でした。こんにちは、レトロ男子です。伏見の日帰り旅、京阪中所島駅から始まります。この付近、昭和レトロで庶民的な商店街がたくさんあります。もう駅を見るだけでこの街のアピールポイントがわかりますね。そう、日本酒造りと幕末の歴史です。坂本龍馬の逸話や戊辰戦争の鳥羽伏見の戦いは有名ですね。今回は史跡名所を巡りながら地酒地ビールの飲み歩きをします。駅前付近にはレトロな銭湯がありました。映画のロケにも使われた新地湯という風呂屋さんです。浴場も超レトロです。現役のお風呂屋さんですよ。中所島駅前付近の懐かしい昔の写真が飾ってありました。時代衣装の製造直売、京都らしいお店ですね。ここを右に曲がって戦国船や月桂冠の酒蔵の方へ向かいます。この森の茂みは長見寺という古刹です。真言宗第五寺派のお寺で弁財天がご本尊になっています。さすが伏見、酒樽が三門に置いてありました。このお寺の前に十石船の船着き場があります。この水路は宇治川につながっているんですが、素晴らしい景観が広がっています。水路に浮かぶ十石船。十石船は春と秋がベストシーズンです。中でも春の桜の季節はもう最高ですね。水路にかかる桜のアーチの下をゆっくり十石船で進んでいきます。日本の桜の風景でもベスト10に入るでしょうね。その水路の対岸には月桂冠の酒蔵があります。これがまた絵になるんですよ。どうですか、この景観。月桂冠は日本最大級の酒造会社ですね。立派な酒蔵ですね。現在こちらの酒蔵は月桂冠大倉記念館という酒に関するアミューズメント施設になっています。この水路沿いを歩くだけでも十分にレトロな雰囲気を味わうことができますよ。それに素晴らしい写真の撮影スポットです。この場所は中所島駅から歩いて10分もかかりません。伏見に来たら必ず寄ってほしい場所ですね。それでは水路を渡って月桂冠大倉記念館の正面に向かいます。こちらが大倉記念館の正面です。月桂冠の創業は江戸時代の寛永14年1637年だそうです。約400年、すごい老舗ですね。酒造りや月桂冠の歴史に関する資料が展示されています。入場料は600円いりますが、最後には季節ごとに用意された10種類のお酒の中から3種類の利き酒をすることができます。館内に土産物屋さんもありますよ。見学は当日受付もしていますが、混雑しておれば入館できないので事前に予約した方がいいようです。館内は動画の撮影が禁止なので、残念ながら皆さんに館内を紹介することができません。見学時間は約1時間弱ですかね。
酒造りを肌で感じることができる場所なので、伏見に来たらここも立ち寄ってほしい場所ですね。駐車場もありますんで車でも行けますが、ただ車で行ったら試飲はできないですね。中小島駅からもそんなに遠くないので電車で行きましょうね。大倉記念館の周辺も歴史を感じる建物が多く立ち並んでいます。こちらは月桂館が経営している伏見夢百秋という酒屋さんです。残念ながら訪問した日は休日でした。月桂館の酒蔵の近くに木桜酒造の酒蔵もあります。木桜はカッパのテレビコマーシャルで有名になった日本酒の会社ですが、今は地ビールも有名なんですね。そこに木桜カッパカントリーというレストランが併設されているんです。そこは出来たての生ビールが飲めるんですよ。この奥です。そりゃあ行かないとダメですね。この奥です。こちらが木桜酒造の酒蔵です。向かい合ってレストランがあります。木桜の文字が胃袋の社交心を煽りますね。木桜といえばカッパを思い浮かべますね。カッパカントリーは入り口を入ると売店になっています。メインの日本酒と地ビール以外にもたくさんの商品が置いてありました。お土産用のお菓子や酒のあて、酒を飲むための器などもありました。観光旅行に来てたらここでお土産を揃えることができますね。今はウイスキーも作っているんですよ。さすが地ビールは種類が豊富にありました。売店、レストラン、記念館を合わせてカッパカントリーというそうです。レストランは木桜酒場と呼ぶそうです。名物の地ビール飲み比べセットを注文しました。左からケルシュ、アルト、蔵の香りです。ビール以外に日本酒の飲み比べセットもあります。蔵の香りからいただきました。うまい。料理やビールのあてになるようにミックスフライ定食を注文しました。今や京都ビールの銘柄で有名な木桜の地ビールです。美味しかった。幕末、激動の舞台になった寺田を訪れました。こちらは坂本龍馬が伏見奉行所に襲撃された場所でも有名ですが、もう一つ大きな事件が発生しているんです。1862年4月、薩摩藩の若い勤王の志士たちが幕府の要人暗殺を寺田屋で暴起していました。そのことを知った藩士の父島田久光が暴起を中止させるため藩士9名を説得に行かせました。しかし説得には応じず、薩摩藩士同士の斬り合いになってしまい、6名が亡くなってしまいました。公武合体派と急進派とのその時代を象徴するような事件です。寺田屋の直近にある伏見港です。港といっても宇治川から淀川につながる川の港です。当時の寺田屋は薩摩藩御用達の船宿です。寺田屋事件から4年8ヶ月後、1868年1月、寺田屋に滞在していた坂本龍馬を幕府の役人が襲撃します。龍馬は手を切られて深手を負いますが、ピストルで応戦し、お龍の助けもあって近くの材木問屋に逃げ込みます。知らせを聞いて駆けつけた薩摩藩士に助けられ、薩摩藩邸に保護されて一命を取り留めます。龍馬はすでにこの時薩長同盟を成立させた立役者でした。西郷隆盛の勧めで薩摩で療養することになりますが、この時お龍を同行します。日本最初のハネムーンと言われています。公私ともに規格外れのすごい男だと思います。大した後ろ盾もなく一匹狼で日本の未来を切り開いた男です。龍馬を超える人間はなかなかいないでしょう。
こちらは龍馬の名前がついた趣のある商店街です。寺田屋の近くにあります。昔からのお店や飲食店も多く入っています。龍馬通り商店街です。この商店街の歴史は古く、約300年ぐらい前には形成されていたと言われています。一度は衰退しかけたのですが、2010年以降に閉店した小売店舗に次々と飲食店がオープンし、地域住民だけではなく観光客も来るようになり、グルメストリートになっています。今は夜も賑わってきており、設置された灯籠が夜の情緒を演出しているそうです。そう聞くと夜間訪れて飲み歩きしたい街ですね。次は夜に訪問します。この商店街の先に昼から飲める今大人気の酒場があるんです。ここです。日本酒がメインで飲める伏見酒蔵小路です。いろいろなお店が9店舗入っています。寿司や串カツ、鉄板焼き、いろいろあってそれぞれ出前が取れます。私は日本酒が飲みたかったので入り口にあった酒蔵のカウンターを陣取りました。ここでは伏見の18の蔵元の日本酒が飲みます。京都には日本酒で乾杯条例があるんです。1杯目の乾杯の酒や日本酒と法律で決まっているんですよ。法律は破れないですよね。日本酒に特化したあてが並んでいました。18蔵の利き酒セット、これを目当てにこのお店に来ました。来ました、お酒の玉手箱。酒好きをノックアウトするビジュアルです。酒のあては王道の干物です。魚の干物を自分で炭で炙って食べます。スルメやエイヒレ、うまみのあるものが目白押しでした。濁り酒うまかったですよ。やっぱりエイヒレは美味しいですね。日本酒の醍醐味ですね。昔はよくストーブの上で炙って食べましたね。ここの店の干物は本当に美味しかったですよ。干物の塩味と旨味や日本酒の旨味と相性抜群です。日本酒最高。伏見酒蔵小路さん、伏見の酒を知るのには最適の場所ですね。今の酒場はこの納屋町商店街ともつながっています。この商店街は龍馬通り商店街と大手筋商店街に通じています。昭和レトロで雰囲気抜群の商店街です。インスタ映えする路地ですね。伏見酒蔵小路の商店街側です。魚屋さんや老舗のパン屋さんがあり、庶民的な商店街です。ありました、昭和レトロな喫茶店、ミルクブロッサムです。店内も外観と一緒、昭和チックでレトロでした。癒されましたよ。レトロな商店街を散策しているうちに日が暮れました。大手筋商店街をぶらぶら歩き、伏見桃山の駅まで来ました。この界隈も京都らしい雰囲気がしましたね。商店街を外れて雰囲気の良さそうなお店を探してみました。雰囲気のいいお店がありました。家庭料理のすみかさん。京都で家庭料理といえば大原千鶴さんを思い起こします。初めての店って入るとき緊張するんですよね。
でもすぐに心がほどけるお店でした。美味しそうなおばんざいが並んでおり、京都らしいお店でした。伏見の好きな酒が手に入らないので、今伏見の酒は置いてないとのこと。でも今置いてる酒は14代ジコン赤羽ですよ。日本一と言われるお酒が並んでいました。値段もリーズナブル。ママさんの心意気を感じました。私酒飲みなのであっちこっちお店行ってますが、こんなお店なかなかないですよ。京都に行けば必ず行くことにしました。初めて訪れた土地でいいお店に出会う、これも旅の醍醐味ですね。京都の伏見、いい街でした。程よい観光地で京都の良さを感じることができます。大阪なら夜飲みに行って帰ってくることができる場所ですからね。これからも寄してもらうことにします。皆さんも行きましょうね。